こんにちは。今回は、後にブッダと呼ばれた一人の人物が、なぜ人は苦しむのか、その答えを求めて歩んだ生涯をたどります。歴史として確かめられることと、後の時代に語り継がれた伝承を分けながら、その問いと教えを見ていきましょう。夜明け前のガンジス平原、川は町と村を結び、人々は土を耕し、荷を運び、家族を支えていました。けれど、どれほど豊かな暮らしにも、老いと病と死は訪れます。およそ2500年前、この避けられない現実を見つめ、一つの問いを抱いた人物がいました。人は、なぜ苦しむのか、そして、その苦しみから自由になる道はあるのか。後にブッダ、目覚めた人と呼ばれる、ガウタマ、シッタールタ、その生涯をたどる前に、彼が見つめた世界から始めましょう。伝承によれば、シッタールタは、現在のネパール南部にあるルンビニーで生まれました。父覇者家族の有力者スットーダナ、母はマーヤーと伝えられます。当時の北インドには、巨大な統一国家だけでなく、氏族を中心とする小さな政治共同体も存在していました。少年は、カピラバス島周辺の比較的恵まれた環境で育ったと考えられています。後世の物語は、彼が苦しみを一切見ずに宮殿で育ったと語ります。それが事実そのものかはわかりません。それでも、豊かな暮らしの中でさえ、生と死への疑問を消せなかったという主題は、彼の生涯を象徴しています。青年シッタールタは、家族を持ち、共同体を担う立場に置かれました。衣食に困らず、音楽や祝祭に囲まれた生活。しかし町の外には、農作業に疲れた人々、病に伏す人、置いて歩く人がいました。伝承では、老い、病、死、そして静かな主義王者との4つの出会いが、彼を大きく変えたとされます。これらは一日の劇的な出来事というより、避けられない現実を次第に理解していく過程だったのかもしれません。どれほど財産があっても、老いと病と死から逃れることはできない。青年の問いは、やがて生活そのものを変える決断へ向かいます。29歳頃と伝えられる夜、シッタールタは家を離れました。後世には、大いなる出家と呼ばれる出来事です。家族を残す決断は、美しい英雄譚だけでは語れません。そこには別れの痛みと責任をめぐる葛藤があったはずです。彼は髪を落とし、身分を示す装身具を外し、名もない主義用シアの衣をまといました。古代インドでは、家を離れて真理を探すシャモンたちが各地を歩いていました。シッタールタも教師を訪ね、深い瞑想を学びます。しかし、心を鎮める技法だけでは、苦しみの根は立てないと感じました。彼はさらに厳しい道を選びます。食を極端に減らし、呼吸を抑え、体の欲求を制圧しようとしました。数年に及ぶ釘をで体は骨ばかりに痩せたと伝えられます。それでも答えには届きませんでした。体を快楽に任せても、痛めつけても、心は自由にならない。彼は釘をやめ、村の女性スジャータから食べ物を受け取ったという伝承があります。仲間たちは彼が修行を捨てたと思い、去っていきました。しかしシッタールタにとって、それは敗北ではなく転換でした。両極端を離れる、中道への第一歩です。シッタールタは現在のブッダガヤにあたる場所で、大きな木の下に座りました。真実を見極めるまで立たないと決意した、と伝えられます。夜が深まり、恐れ、欲望、過去の記憶が心を揺さぶります。後世の物語は、それらを魔王マーラの軍勢として描きました。映像としての戦いではなく、人の内面で起きる葛藤の承知ようです。そして夜明け、彼は、すべてが原因と条件によって生まれ、変化し、消えていくことを見つめたとされます。執着が苦しみを生み、執着を手放す道がある。シッタールタはブッダ、目覚めた人、と呼ばれるようになりました。目覚めの後、ブッダは得た理解を他者に語るべきか迷ったと伝えられます。あまりに繊細で、言葉では伝わらないのではないか。しかし彼は、かつての修行仲間を訪ね、
サールナートの六夜音で教えを説きました。苦しみがあること、苦しみには原因があること、その原因を離れる可能性があること、そしてそのための実践の道があること、後に4つの真理として整理される教えです。快楽にも自己否定にも偏らない中道、ここから教えを学び実践する共同体、サンガが形作られていきます。教えが町や村へ広がる中で、ブッダと出会った人々の物語も語り継がれました。キサー、ゴータミーは、幼い子を失い、深い悲しみの中で助けを求めた母として知られます。ブッダは、死者を一人も出したことのない家から、からしの種をもらってくるよう告げたとされます。彼女は家々を訪ねますが、どの家にも見送った家族の記憶がありました。自分だけが苦しんでいるのではないと知った彼女は、静かに灯火を置き、喪失と向き合います。これは後世に広く語られた教訓譚です。悲しみを消す奇跡ではなく、誰もが失うという事実を共に見つめる物語なのです。教えを伝える旅の中には、暴利欲から離れた人物の物語もあります。アングリマーラは、人々に恐れられた盗賊でした。初期の経典には、彼がブッダを追いながら、どうしても追いつけなかったと訴えた場面があります。ブッダは、自分はすでに暴利欲を止めた。次はあなたが止まる番だと応じたとされます。やがてアングリマーラは武器を置き、他者を傷つけない生き方を選びました。物語の核は古い経典にありますが、残虐な装飾や細部は後世に膨らんだものです。ここで大切なのは、過去が重くても、行いを変える可能性は失われないという点です。ただし、変化は過去の害を消すことではなく、その責任を引き受けながら、二度と繰り返さない歩みでした。ブッダの慈悲を示す物語として、荒れる象の荒切りの逸話も伝えられています。町の通りへ放たれた象に、人々は驚き、親は子をかばい、商人たちは安全な場所へ退きました。ブッダは象と力を競うのではなく、落ち着いて向き合ったとされます。やがて象は歩みを緩め、攻撃をやめたというのです。この場面は、後世の伝承として読む必要があります。超能力で動物を操る話ではなく、恐怖の中でも敵意を介さず、周囲の命を守ろうとする慈悲の象印です。また、象を悪として描くべきでもありません。混乱させたのは人の行いであり、動物もまた恐れと苦痛の中にいました。落ち着きを取り戻した象と、距離を保ちながら見守る人々、その両方の安全が、物語の結末です。長い旅と教えの日々を重ね、ブッダは80歳を迎えたと伝えられます。老いた体はゆっくりとしか進まず、弟子のアーナンダがそばで支えました。それでも彼は村を訪ね、川で休み、人々の問いに向き合い続けます。最後の旅の途中、カジコウチュンダの食事を受けた後、ブッダは重い体調不良に見舞われました。ただし、チュンダを責めてはならないと伝えたと経典は記します。やがて櫛ながらに近い皿の林へ着くと、彼は木々の間に寝床を整えるよう頼み、右脇を下にして横たわりました。弟子たちは、死の老いと別れを前に沈黙します。最後の教えは、あらゆるものは移ろうという事実を見つめ、怠らず歩み続けようという趣旨でした。奇跡で死を避けるのではなく、死を含む変化を受け入れる姿が、最後まで示されたのです。サラの林の夜、ブッダは弟子たちに、教えを確かめ、自ら考え続けることを託したと伝えられます。夜明けを前に、その呼吸は静かに止まり、80年の生涯は入滅を迎えました。残された人々は深く悲しみましたが、アーナンダたちは言葉を記憶し、共同体へ伝える務めに向き合います。櫛ながらの人々は、痛いを布で丁寧に包み、簡素な葬送の場を整えたと記録されます。火葬の後、遺骨は複数の共同体に分けられ、それぞれが土の塚を築いたという伝承が残ります。細部は文献ごとに異なり、後の時代に加えられた物語もあります。教えは最初、文字ではなく、弟子たちの語りと反復によって受け継がれました。人々が川を渡り、村から町へ歩くたび、
その言葉もまた広がっていきます。やがて空の座、足跡、法輪などが、姿を直接描かずにブッダを示す印となりました。一人の生涯は終わっても、苦しみを見つめ、慈悲と知恵を実践する問いは、長い道の先へ残されたのです。